なんて言いました今。大きな8の字で、はい。だから昔なんか7年前ぐらいにここでなんかレンコを飛ばしとらす人がおったんですよ。今日見たんですよね、そこ8年ぐらい前。で。7年ぐらいじゃない。誰だろう。赤色のシルビアっていっぱいおるけん。いっぱいおるけんわからん。そうです。それをやって90っぽく運転しますよね。そうですね、ちょっと待って。輪っか入りますね。いや、そうなので、これ入るんで、結局自分で外しきらなかったんで、あまりブレーキをこれ踏めないというその練習をやってましたね。バックキャンセルすればいいんじゃないですか。キャンセルする。一周しかブレーキ踏めないんで。1回で決めないといけないですね。なんか角度つけたら、あとはもうすぐアクセルに持っていかないと。そうですね、何回もやるともぞもぞなりますよね。ばっかりいった。ちょっと次は EB、私の最近の課題である。ブレーキをですね、かけれないと、まあでも、あそこでいい角度をさっとつけてしまって、ブレーキかけて、ブレーキかけて。もうちょいこっち寄れないですか、ガードレール。まっすぐ来てる。まっすぐでまっすぐ来てるんですね。まあ来てます。あまっすぐでなんかちょっとまだ浅いいところから横に向ける。横に飛ばす。なんかそのなんですかね、まだそうまあ道が余ってるからもったいないですよね。なるほどね。長いからちょっとガードレールにリアを当てるのを考えているのかなとか思いながら。それもちょっと外乗りっていうのもあったかもしれないですね。だいぶ車3台分ぐらい空いてるんで。
おお、今危なかったですね。やめれる子なの。やめれる子だけですね。バックラインですね。あそれもありますね。あ、なるほど。完成で横に行けるからね。おお、いいじゃないですか。いいじゃないですか。こうなる。車っぽく好きにして。こっちに来る時の最後をもうちょっと飛ばしてる感を飛んでる、手前の動作がもうちょっとずつ手前で終わらせてあげると、最後の加速区間がちょっとでもできればいいかな。今なんかどっちかっつったら同じくらいのテンポで右から左、左から右っていってるので、右一発目を右を早く左に移してあげて、左に移したところから加速区間をちょっとでも作ってあげて飛ばす感じでするといいなって思うんですけど、長いから車が長いからあれかな。そうですね、ここの今のところちょっとですけどね、コンマ何秒ですけど作ってあげると。そうですね。一旦僕の方にブレーキの利く方に書いてよろしいですか。ブレーキが利かなくなりましたので、ちょっと車を変えてきてたんですけど、すみません。と違うところをですね、見せつけんといくべき。誰にですか。変更点としては、はいリアのバンパーをちゃんと巻いてきたところと、はい。ちょっとしたボディバランスを変えたのと、どう変えたんですか。ですね、シャーシボディにはつけてないんですけど、シャーシのエンジンですか、モーターがあるらしいんですよね。はいはいはい。あそこに引っ張る力がもうちょっと欲しかったんで、ウェイトを、左右に10、だからトータル 20g つけてるということと、リアタイヤを、1ミリずつ外に出しました。あ、リアタイヤを外に出した。だからこれどうですね。ボディが余ってたんで、立ち上がり重視の車になってるんじゃないかなと。おお、低いよこれ。GT カーになったら低いなこれ。見た目は一緒なんでしょ。ダメージですね。中が変わってますからね。具体的にそれをやったことでどこがどう変わったんですか。ですね、これインフィールドはちょっと分かりにくいんですけど、こう立ち上がってここでフロントがまだなんか外に逃げてくれるというか、オーバーになりにくい、ちゃんとこうフロントになんかにも重さが乗ってるなって分かります。のこの踏ん張りですよ。この横の踏ん張りだ。横の踏ん張りが真横にかかって、真横、車の真ん中が横に引っ張られる感じ。そういったらいいですよ。リアタイヤぐらいがずっと引っ張られてたんで、これ変えてくれなかった。こんな感じで、もっと昨日は前の完成が小さかったっていうことですね。そうですね。変えてくれる。
後ろだけ振られてたっていう状態になってたっていうことですね。後ろが振られる分、前も完成度が増えた分で外に引っ張られる力があるから、バランスが変わって、それによってゼロカウンターが当てれる、タイヤを横に使える。20g、10です。ああ、10、20g 全体の重量は増えたっていうことなんですね。もちろん駆動する後ろには乗ってないんですけど、でもその止める時間が増えるんで、結局速くなってきてる。昨日と全然なんか張り付いてる感が強いというか。いいっすね。いいっすね。めっちゃ楽しい。行動最速の見てください。見てくださいってずっと見てますよ、画面の中で。ああ、じゃあよかったの。乗りやすい乗りやすい。ガードレールにギリギリいっぱい持っていかないと。あそこの土手に当てて向きを変える技を毎回使ってるんですか？通称溝落としじゃないですけど、まあでも真横に遠心をかかってないとああいう感じの動きにならないですよね。だからちょっとして、レーンチェンジしてですね。まあ、失敗なんですけどね。傷も少し当てたくはないんですけど、まだ私の。まあ実車だったらあの当て方したら足回りが1回でいくんでもう走れなくなりますけど。うわー、いいね。おかしい。あ、今ですね。溝、山当て、落としてるんですよ。何でも使わなきゃいけない、漫画の世界は。安定してる今日は。
たいなことがあって、このストレートをずっとアンダーでいくと、なんかもう極端に言うと、こう戻っちゃいますよね。そして抜いて、向きを変えて、また今度こう滑りながらも若干こう頭が。だからオーバーでいくとなると、こう言うならまあこうだよね。こう。でもそれをここがずっとアンダーで走るっていうなら、もうこっちに行きたいのは一回車をこう向けとかんと、こう。でもまあスラロームをする時の考えでですね、あそこが立ち上がってくるときに、はいはいはい、やっぱり自分では今のアンダーでいけとったなと思うけど、角度に取り方によってよーく見ると、あ、今のオーバーの状態だったんですよ。それがめっちゃ昨日、ああなるほど、今分からんかったな今までっていう感覚ではアンダーのつもり、今どっちなんだろう。はいはいはい。もちろんオーバーからアンダーで立ち上がって持っていく時も、今アンダーなんだなと思っとったけど、昨日いや今の若干オーバーだったですね言ってる時ありましたね。昨日見たら、ああ本当だ、今のやっぱリアが若干巻き寄るっていうか。だからアクセルを抜いても入れてても抜いててもケツが外に流される状態ですよね。そうですそうです。だからアンダーだと、アンダーでもし立ち上がってたらアクセル抜いたら戻るはずなんですよ。でまあこれだとアクセル抜いてもそのまんまの流れでケツがちょっと流れながら立ち上がってくるだろうなっていう状態で来てる時ってオーバーステアの状態だと思うんですよね。だからあくまでもアクセル抜いたら戻るからアクセル入れてないと曲がれない状態がアンダーだと思うんですよね。なるほど。楽なのはオーバーステアで来てた方がアクセル抜いてもその流れでリアが行くじゃないですか。
だからこのまんまの流れでケツがこう流れながら行っても当たらないなっていうのってもうオーバーの状態だと思うんですよ。でもアクセルをちょっとでも緩めたら車が戻って外に車が行ってしまう。アクセルをちょっとでも緩めたら外に行って外の壁に当たってしまう状態ってアンダーの状態だから、その状態で踏んで曲げる状態っていうのがアンダーだと思うんですよね。でいくと昨日の動画で見てたのでもだから体調はアンダーの状態で立ち上がってきてると思ってても、そのポイントって多分アクセルをちょっと緩めてもその流れでリアが流れて立ち上がれる状態だったところで、多分僕は今のオーバーになったですねみたいな感じで言ってると思うんですよ。だから本当昨日のでいくとそこの先のヘアピンのところは一回飛ばしてオーバーでしっかり向きを変えてあげて、本当は立ち上がるときにそのアンダーの状態になってる時の右にかかる遠心力を使いたいわけじゃないですか、はい、それを考えたらその分のモーメントを作ってあげないと横に向けた時に右に遠心力って残らないんですよね。だから奥にバーンと飛ばして着地させて、旋回させて着地させて、その時に向き変わりすぎてると右に遠心力モーメントが作れないですよね。だから一回着地させてそのまんまの流れで踏んでこれる状態ではなくて、一回着地させて一回右にまっすぐモーメントを作って、そのモーメントを右前と右後ろタイヤの真ん中ぐらいでとどめてあげながらアンダーの姿勢で立ち上がってくると、その遠心力を使って加速して最初の用意ドンがアクセルでの加速じゃなくてその遠心力での加速っていうのに使えるんですよね。だから最初コーナーとかも一緒ですよね。だから1個、1000回オーバーステアでの1000回着地アンダーで立ち上がるっていうのじゃなくて、飛ばして入って旋回させてあげて着地させて一旦右にちょっと加速させて、それから旋回させてオーバーステアの状態で旋回させてあげてアンダーの状態で立ち上がってきながらっていう1旋回着地加速旋回アンダー、だから5個の作業がヘアピンの中でも必要になってくるんですよね。立ち上がるときにその遠心力を加速度に変えるためにの立ち上がりをするためには一数しないといけないです。旋回着地アンダー3つではできないということですよね。そのあと2つの作業を考えてあげると立ち上がりがアクセルじゃなくて右にかかっている遠心力を斜めに逃がすことで加速するっていうことができると。あそこで写真とか動画撮ってもらえる時に、かっこいい見せ方ばっかり気にしたんです。はい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 。土下座したりとか私的にはあそこで踏んだ方がいいのかなってこれあったんで、あっちの奥のコーナーに沿って、コーナーの旋回スピードを落とさずに踏んで曲げようと思ってる、でもそれじゃ多分ですね、今聞いた話、こっち回りで勝負時のあそこのガードで寄っていくときはできるだけこっちの方で向きを変えると、こうなので逆でこっち回りだとあっちの奥に突っ込んで、こっちにこう V 字でやっぱ立ち上がってくるだけで多分こっちのモーメントが多分できるんですよ。私も今思いました。これを使おう。私の何をもぞもぞ言ってるんですまたなんかもぞもぞ言ってますねこれですね、このコーンよりもこっちを走ってくればでコーンに当たるか当たらんかぐらいの
もうちょっと高度か V 字を買ってかもしれないですけど、行けばアンダーを作れるんじゃないかなと。やってみていいですか？やってみていいです。体調を分析したんですよね。この状ですね。このラインを次からですね。もっとこっちにいいかもしれない。ああ。それで来るとでも最終的な収束はあんまり上がらないですよね。ああ、ここになんか、やっぱり加速する距離が長く取れた方がいいので、用意ドンがいかに加速できるかなんですよね。なのでオーバーステでアウトで来てしまうと、右にかかってる遠心力に反発してアクセル踏んでる状態になるじゃないですか。そうです。でそこからまっすぐこっち向けて加速になってくるので、まあそういい悪いとかではないんですけどね、持っていき方というか、なんかダメなんじゃないですよ。今言ってるところが伝わってないなっていうところですね。なんて伝えたらいいんだろうな。右にかかる遠心力を加速度に変えて用意ドンのところの車速を上げるっていう。そこで一回旋回させて着地させて一回真横に行くんですよね。この時にここからちょっとだけこっちにモーメントを作る。まっすぐこれを横向けるじゃないですか。旋回させてあげると、ここでは真横に遠心力かかってる状態になります。でそれをちょっと外に逃がしてあげると、遠心力を加速度にしてあげる。ちょっとでいいです。丸いときにこっちにモーメントをするために丸くいったらこうずっと踏めない。ここからしか踏めない。丸くいったらこうずっとこう踏めない。ここからしか踏めない。ここでタイム的にはちょっと大回りになるから遅くはなるんですけど、この演習は右側の演習がすることに丸いとそれが近いんです。ところがずっと振られている状態なので、ここに真横に乗っけれない。だから10センチぐらいですね。ここからもこんくらいだけでも向こう側に加速をこう作ってあげれば、それを乗せ真横に移してあげれば、真横に引っ張られてる状態で目を向ける。引っ張られてるから、このタイヤにとどめながら、でそれをちょっとこっちに逃がしてやると、押し出す力プラス
遠心力を使えるから初速が上がって